琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー総集編やで。この動画はショート動画として公開している琴の葉姉妹の一口 AI ミステリーを5問分まとめた総集編です。出題編が終わると続けて解決編が始まりますので、ゆっくり考えたいという方は各自で一時停止をお願いします。AI が考えた問題やからまっとうなミステリーは期待せんで、肩の力を抜いて視聴してな。最後のボタンが押された日、その町の診療所はいつからか転院先のないカルテばかりを保管する場所になっていた。外来患者は減り、医師も最小限。だが、なぜか毎月必ず1件は新規患者が登録される。しかも、そのカルテには明らかな嘘が並んでいた。身長3メートル、血液型 Z 型、家族300人。ふざけた記録に見えたが、所長はそれを訂正しようとしない。むしろ、それが正確な記録だと言い張るのだ。奇妙な点はそれだけではなかった。患者は決して姿を見せず、カルテだけが追加される。カルテの表紙には毎回同じスタンプが押されていた。それは郵便局専用の受付員だった。調査を始めた看護師の佐伯は町の中央郵便局を訪れる。驚いたことに、そこには医療施設の職員しか使わないはずの受付カウンターが存在した。さらに、そこにかけられていた時計は、診療所の開設日だけ時を刻む仕様だという。佐伯は雨の日、その郵便局を再び訪れる。受付で傘を預けると、局員はこう言った。この傘、10年前から乾いていませんね。ご使用はお控えください。彼女の手元の傘は、今、初めて使ったばかりの新品だったはずなのに。問題。嘘のカルテが郵便局を通じて届き続けているのはなぜ？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。家族が本当に300人もいるならこの町も安泰やのにな。最後のボタンが押された日。すべてはある制度の抜け穴を利用した隠蔽でした。この町では十数年前、在宅治験の記録改ざん事件がありました。患者の死亡や副作用を隠すため、病院と郵便局が連携して実在しない人物のカルテを作成し、記録を塗り替えていました。その手口とはこうだ。郵便局で作られた実在しない人物の登録データを診療所に転送。診療所側はそれに基づき治療の記録を作成し、あたかも治験が行われていたように偽装した。この記録は形式上は公的な郵便を通した正式手続きとなるため、誰も疑えない。乾かない傘はその象徴でした。雨の中でも乾かない、すなわち過去に戻った傘。この傘は死んだ患者が最後に使ったものでした。郵便局のロッカーで10年前から返却されずにいたのです。そして診療所に届く毎月のカルテは、その傘が返されるたびに自動的に送付される。つまりこれは死者の記録を今も生きているかのように偽るための装置だった。郵便局の時計が診療所の開設日だけ動くのは、その日が最初の隠蔽が始まった日だから。その日を境に全ての記録が捏造に変わったのです。偽装するにしてももっとうまいやり方があったと思うけどな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？郵便局が捏造に使ったあたり、
身長が3メートルあって、血液型が Z 型で、家族が300人いる。そんな人物が実在したのかも。次回予告。静かな団地に響いた通知音。それは、真実を止めようとする鼓動。影が濡れた時、真実が顔を出す。次回、午後2時の影だけ濡れていた。午後2時の真実、あなたは見逃していませんか？午後2時の影だけ濡れていた。都内の古い団地で70代の男性が首を絞められて亡くなっていた。発見されたのは午後2時15分。犯行現場となった自宅には施錠の跡がなく、玄関には炭酸水しか出ない公衆電話がなぜか設置されていた。また、現場検証によると、遺体のすぐそばに置かれたスマートフォンは、画面がロックされたまま、消せない通知音が鳴り続けていた。捜査により浮かび上がった容疑者は次の3人。容疑者 A。男性の隣人で50代の独身女性。私は13時過ぎにスーパーへ行って14時過ぎに戻ったの。その時、あの炭酸水の電話が急に鳴り出して怖くなったから部屋に戻ったのよ。容疑者 B。老人の孫である中学生の少女。彼女は先天的に子音を発音できず、母音だけで話す。普段は音声変換アプリで意思疎通しており、当日もそのスマホを持参していた。私は1時半に来た。じいじ、大切な話があるって。だけど、何か音がして逃げたの。容疑者 C。老人の弟で、老人と同居していた。近所では、靴紐を結び直すのが癖として知られている。私は午後1時50分頃、部屋の外で靴紐を結び直していたんです。通知音？鳴ってましたけど、兄の携帯は昔からバグってて。なお、室内では老人の手書きと思われる遺言書が見つかっている。しかし、奇妙なことに、そのフォントが日替わりで変わることが報告されていた。そして、もう一つ。監視カメラには、午後2時きっかりにだけ、玄関前の床が濡れている影が映っていた。雨も降っておらず、他の時間帯には何も映っていない。問題。犯人は誰？ AI が作り出した謎は、人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。炭酸水しか出ない公衆電話が急に鳴り出すのは確かに怖いな。午後2時の影だけ濡れていた。犯人は容疑者 A。隣人の女性でした。根拠は玄関前の床にできた濡れた影です。午後2時の映像にだけそれが映っていました。この団地の廊下は日光が差し込む構造ではなく、影ができるのは人工的な水濡れだけ。つまり犯人は濡れた状態でその場に立ち、玄関前に水の影を作ったのだ。さらに A は炭酸水の公衆電話が鳴ったと証言しているが、炭酸水しか出ないはずの電話が音を鳴らすというのは矛盾している。そもそもあれは飲料装置であり、電話の機能はありません。それを鳴ったと証言した A は、実際に犯行直後、炭酸水で手を洗い、手に付着した水がポタポタと床を濡らしていたと考えられます。消せない通知音は、被害者が死亡直前に録音しようとした音声メモ。容疑者 B の証言通り、大切な話を残そうとした可能性がある。しかし、犯人は、スマホのロック解除ができず、通知音が止められなかった。そして、遺言書のフォントが変わるというのは、視覚障害の孫娘が音声読み上げソフトを通じて見るために、
毎回ソフト側が異なるフォントで読み上げを最適化していたに過ぎない。紙自体は手書きで変化はしていません。つまり、その変化は彼女のスマホからでしかわからないことであり、彼女がそれを見たという証言は信用できます。つまり、犯行動機や現場証言に最も不自然な点があったのは A でした。容疑者 B って視覚障害やなくて言語障害やなかったっけ？みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？容疑者 A はなんでわざわざ炭酸の公衆電話で手を洗ったんや？次回予告。署名されていたのは存在しないはずの8人目の名前。音しかないはずのエレベーターが誰かを乗せて降りてくる。次回、8人目の署名。変わる肖像画の意味、あなたは見抜けますか？ 8 人目の署名。都心から2時間離れた山奥にある迎賓館風の施設で、芸術と記憶をテーマにした1泊2日の体験型ミステリーツアーが開催された。このツアーは過去数回開催されており、施設に設置された通信遮断装置により外部との連絡は一切できず、本格的なクローズドサークルを体験できることで評判だった。ツアー初日の夜21時ちょうど、中央ホールの肖像画が突然変化し、誰かの叫び声が響いた。その直後、肖像画の裏から血まみれの男の遺体が見つかった。遺体はこの施設の案内役であり、実質の主催者。第一発見者の話によれば、遺体のそばには8人分の署名が残された契約書があったという。しかし、それはおかしい。ツアーの参加者は7人しかいないからだ。調査により、いくつか判明した事実がある。一つ、5分おきに変化する仕掛けが施された肖像画。肖像画の人物がだんだん別人に変化するよう映像処理された特殊パネルだ。二つ、施設内にある唯一のエレベーターは故障しており、移動中の音が館内に響くだけで扉は開かない。三つ、館内には複数の観葉植物が置かれており、そのうちのいくつかには演出用のスピーカーが仕込まれていた。4つ、発見された契約書の署名に被害者の名前は含まれていなかった。参加者の一人が言った。エレベーターの音が22時過ぎに上の階から降りてくるのを聞いた。しかし、その時刻、全員がリビングで顔を合わせていたはずだ。音しか聞こえないエレベーターに一体誰が乗っていたというのか。問題。8人目の署名者は誰？そしてエレベーターの音の正体とは？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。この手のツアーは実際の事件につながりがちやから、参加するときは探偵が混ざってないか注意が必要やで。8人目の署名。8人目の署名者、それは参加者の誰でもありませんでした。この施設では過去に一度だけ事故死が発生していました。その犠牲者はイベント体験中に演出を本物と思い込み、心臓発作を起こしたという参加者の一人。その記録は非公開とされ、主催者しか知りません。実は、このツアーの隠されたテーマは、その死者の存在を再現する実験だった。つまり、8人目は存在しないのではなく、音と署名だけの幽霊として再構成されたという仕掛けだ。では、エレベーターの音は？それは、植木鉢のスピーカーから録音されたエレベーター音を再生していただけ。真実の鍵は、音だけが残るエレベーターそのものにありました。
参加者の一人が22時に上の階から降りてきた音を聞いたと言ったが、それは誰かがそのタイミングで録音を再生しただけで、実際に人が乗っていたわけではない。つまり、その証言をした人物は、録音された音だと知っていたということになる。犯人は、証言したその人物でした。主催者にとって、犯人は、過去の死者の再現に関わるスタッフであり、演出に見せかけて、本物の殺人を仕組んだのです。契約書の8人目の署名は、死亡した元参加者の筆跡を模した偽造でした。つまり、この事件そのものが、音と演出と記録の改ざんで作られた。8人目の存在をめぐる構造トリックだったのです。そもそも悪趣味な催しやったんやな。みんなは、この AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？犯人の証言って、どういう理屈で録音だと知ってたことの証明になるんや？次回予告。消えたのは意志か、それとも存在そのものか。最後に残ったものは、自分が残った理由すら忘れ去った。次回、最後の退出者。最後に残るという意味、あなたは気づけますか？最後の退出者。生きて出たいなら、最後まで退出しないこと。そう告げられ、目を覚ましたのは、6人の男女。彼らの前には、大きな電子パネルが設置されており、退出者は、即時失格とするとだけ表示されていた。バカバカしいと、最初の一人が、空間の隅にあったドアを開こうとしたとき、彼は、光に包まれて消失し、しばらく経っても帰ってくることはなかった。残された5人は怯え、慎重に周囲の探索を始める。その空間には3つ異常な場所があった。1つ目は泡だけが浮かぶ風呂場。湯はなく泡だけが湧き上がり、時折名前のような音が聞こえてくる。2つ目は扉に捨てた記憶は戻らないと書かれたロッカー。試しにロッカーを開けてみると、一人の記憶が消失してしまった。そして、最後の3つ目は、時間が逆に進む時計部屋。その部屋では、言葉も行動も巻き戻され、前に進んでも後ろに戻ってしまう。全員が不安と混乱に包まれる中、2人目の退出者が現れた。彼は叫びながらドアに走ったが、やはり光に包まれて消えてしまった。この中に仕掛け人がいるのではないかという疑心が空間を支配する。そんな時、泡の風呂から一人目の退出者の名前が浮かび上がる。そして、ロッカーの中には消えたはずの人物の免許証が落ちていた。さらに、時間が巻き戻る部屋で逆回転する時計が23時59分を指した瞬間、最後の退出者が勝者となると電子パネルに表示された。直後、すべての照明が落ち、光が戻った時、また一人消えていた。こうして3人が残された。だが、電子パネルに表示された退出ログは2件。つまり、1人分多いのだ。問題。最後の退出者は誰？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。描写されてないところでいろいろドラマがあったんやろな。最後の退出者。退出ログが2件なのに残ったのは3人。矛盾の正体はロッカーにありました。真相への鍵は誰が退出したかではなく、退出したことを忘れた者がいたという事実。つまり、一人は退出した記憶をロッカーで失い、自分が退出したことを覚えていないまま部屋に残っているのだ。その人物は退出処理が完了しているにもかかわらず、
自分はまだ残っていると信じ込んでいる。退出ログが2件あったのは正確で、部屋に残った3人のうちの1人が実質的にはすでに退出者だったのです。また、泡の風呂に浮かんだ名前や落ちていた免許証は、その記憶をロッカーに預けたことで、一部が物質化された副作用だったと推定される。つまり、退出して勝者となった者は、自分自身が退出者であることに気づいていない記憶を失った人物。その人物こそが最後の退出者であり、勝者だったのです。最後の退出者の定義って何やったんや？みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？結局、誰も外に出られんかったけど、最後の退出者が自分が退出する権利を持ってることに気づく時は来るんかな？次回予告。故障中の自販機が吐き出した3年前の恨み。月曜日の真実を錆びた金属の箱だけが知っていた。次回、錆びた自販機の証言。錆びた証人の沈黙。あなたは真実を聞き取れますか？錆びた自販機の証言。錆びた自販機の前で高校生の沢口が倒れていた。月曜日の朝、1次元目の授業が始まる8時40分。発見者の教師、霧島は、沢口の手に握られた缶コーヒーを見て驚いた。この自販機、先週から故障中のはずだ。確かに、自販機には、故障中の張り紙があり、電源も切れている。現場にいたのは3人の生徒。1人目は朝練帰りの矢作。7時50分に通った時、誰もいなかったと証言。2人目は遅刻してきた風間。8時20分、沢口が自販機を蹴っているのを見たという。3人目は図書委員の月影。8時頃、透明な傘を持った誰かが自販機の裏に回るのを見たと話す。奇妙なことに、沢口が倒れていた場所の点字ブロックだけが、なぜか新しいものに交換されていた。工事記録を確認すると、この部分だけ今朝6時に緊急交換されたという。しかし、工事を担当した業者は、依頼者の名前は覚えていないという。沢口の缶コーヒーは製造日が3年前。故障中の自販機からなぜ期限切れの缶が出てきたのか。問題。沢口を襲った犯人は誰？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。先週まで自販機が動いてたなら、もう期限切れコーヒーの被害者が出てそうやな。錆びた自販機の証言。まずは状況を整理しましょう。故障中の自販機から缶が出るはずがありません。つまり、缶は別の場所から持ち込まれたものということになります。重要なのは点字ブロックの交換だ。なぜ、この部分だけ朝6時に交換する必要があったのか。それは何かを隠すためだ。実は古い点字ブロックの下には自販機の外階段につながる隠し扉があった。月影の証言、透明な傘を持った誰かが裏に回った。これは犯人が隠し扉から自販機内部に入ったことを示しています。風間の8時20分に蹴っていたという証言は嘘。実際は風間自身が自販機の中から沢口を襲い、その後何食わぬ顔で目撃者を装ったのです。風間は3年前、この自販機で食中毒を起こし入院した過去がある。恨みを持った風間は隠し扉の存在を知り、計画的に沢口を襲った。点字ブロックの工事も風間が匿名で依頼し、
証拠を隠蔽しようとしたのだ。犯人は風間。自販機の中から襲うという誰も予想しない方法での犯行でした。風間はどうしてその動機で沢口を殺したんや？みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？今回のは比較的ちゃんとミステリーしてた気がするで。次回予告。火曜日に歩くカラスだけが存在しない階の秘密を知っていた。階段の音が2度響くとき、地図にない部屋が開かれる。次回、階段の音が2度鳴る部屋。見えない階段の先にある真実、あなたは気づけますか？